これは最近入ってきた69年のスポーツスター。へえ。これは近々納車の47年のナックル。これもすごいですね。このタンクと前のフェンダーは当時のオプションペイントやねん。へえ。だからみんなが知ってるブルーとはちょっと色が違うのよ。確かにちょっと濃いですか。そうそう。でリアフェンダーは50年か49年か50年か。へえ。当時の人がカスタムしたのか、もしくはリアフェンダーがなかってこれに変えたのか、へえ。ストーリーは分からんねんけども、フェンダーだけ書いてある。これだけパンのやつなんですね。そうそう。これとかも当時のやつですか。当時のやつ。すごいですよね。それはブコやね。これ初めて見ました。この丸いやつ。これは当時の流行りやね。特に60年代、70年代かな。はいはい。いろんなとこにここやこことかね。こういうとこつけたり、いろんなとこに。結構そういうデコレーションがあったんですね。これは46年のオリジナルペイント。当時のメーカーでのオプションペイント。すごっ。かっこいいな俺。本当にかっこいいね。これちなみにこれスーベリアって言うんでしたっけ。そうそう、シューペリア。これって何なんですか、シューペリアって。当時の社外パーツやねんけど、シューペリアへていろんなものを作ってた。例えばそのエアクリーナーカバー、マフラーからウィンドシールド、こういうモールとか、キャリアとかいろんなもの作ってた。アフターパーツを作ってた会社だったんですね。シューペリアとか、フランダース、ブコー、いろんなメーカーがあったね当時ね。そうなんですね。かっこいいですよねこれもね。それマフラーもシューペリアよ。あ、そうなんですか。ちなみに僕のタンクもともと滝沢さんがつけてて、滝沢さんがサイドにスカッシュドバードなんかフェンダーについてるトイレみたいな、あれもともとフェンダーのやつだったらしいんですけど、あれってあれは40年純正なんですか。1940年の純正。あ、純正だったんですか。へえ。40年だけは確か。あ、そうなんですか。僕も一時部員に凝った時期があったんやけど、もう今全然凝ってない。もう凝り出したらもう頭おかしくなりましたね。お邪魔します。はい、うわー、すごっ。これがまたサバイバー。これですか。それは息子のやつ。これやばいっすね。超かっこいいなこれ。へえ。ヘルズエンジェルスってしてるわね。あれと対抗してたサンズ・オブ・サイレンスか、クラブがあるんよ。そこのメンバーが乗ってて。すごっ。いつもこの2つのチームは。極端な殺し合いまでしてて、そういうことをしとったらあかんことで、80年代になってから合併するんよね。そういう極悪チーム。すげえ。このエンジンやばいです。これかかるんですもんね。かかるよ。もう走ってるよ。これは出せないですよね。この渋さは。乗りやすいしね。これハンドクラッチやから。ああ、そうなんですね。いやー、チョッパーも憧れますね。やっぱいつか乗りたいなと思って。みんなこれを見たらチョッパーで言うねんけど、僕の感覚はこれボバやねんね。あ、そうなんですか。武田さん乗ってるやつもボバやねん。同じ部類なんですか。そう、けど全く違うジャンルやねんけど、僕の感覚はボバ。でもほとんどの人はチョッパーで言う。どういう定義があれですか、チョッパー。これめちゃめちゃ難しいね。人によってみんな違うねん。僕の定義の中では、ここをネックワークを触ってないやつ。ネックワークを触ってるやつはチョッパー。触ってるやつがチョッパー。触ってるやつがチョッパー。チョッパーはやっぱり60年代から入り出したんかな。あ、そういうことなんだ。だからけど今やったらみんなチョッパーでいいんかな。僕はボバーって言ってしまうのよ。人によって結構違いますよね。これでもこの辺は加工されてるんですもんね。そう、それ今昔流行ったパテ埋め。こことここパテ埋めしてね。こんなもう70年代60年代の流行りやね。これめちゃくちゃかっこいいな。これ作られたのは68年か69年やね。いや、いい年代ですね、それも。一回座ってみて、これ、座り心地いいよ。失礼します。息子も背高いから、それちょうど合わせたんだけど。すごっ。超かっこいい。いいな、こういうハンドルいいですね。これ何のハンドルなんですか。これは無名違う当時の。当時ついてた。フランダースかもわからない。ハンドルメーカーもいろいろあったからね。へえ。いいっすね。ちょっとフォアコンなのもいいっすね。そうやね。最近なんかこういうの多いですもんね。そうそうそう。僕あれちょっと違和感を覚えんねこれ。これが。それ。結構大変そう、辛そうっすよね。いやー、かっこいい。欲しくなっちゃうよ。こんな見てたら。ありがとうございます。
これあれですか？あれがダイスマガジン。ダイスマガジンの。これは販売車両ですよね。そう。すげえな、これもじゃあボバーですか？僕にはしてはボーバーやないけど、まあ今チョッパーなんやろね。すごいな、シートすごいなこれ。かっこよ。カリフォルニア1977年。年代によっても結構乗り味って違うんですか？ナックル。40、例えば40と47とか46とか後期のやつと全く一緒。一緒ですか？全く一緒。そうなんだ。全く一緒。サーティーズとフォーティーズはどうですか？全く一緒。それも一緒なんですか？ただサイティーズの場合は基本的にホイールが18インチやね。その分僕は乗りやすいと思う。あ、そうなんですか。僕は以前から47ナックル乗っても48のパン乗ってもホイールは18に変えてた。峠入った時にこのひらひらっていくじゃない。ここにある車両も全部あれなんですか？今から修理するやつとか、お客さんの預かりもあるし。お客さんはもう全国ですか？全国。全国ですね。まだ納車してないのは沖縄だけ。そうなんですか？沖縄だけ。それ以外は全部行ってるわ。そうなんだ。それは42年。42年。へえ。これもまた渋いな。マッチングにこだわる人がほとんど多いんだけど、あんなんこだわる必要全くないと思うからね。なんでケース変えてるか言ったら、ほとんどの場合シリアルナンバー売ってるとこ、あっちサイドいわゆる左側がクラック入ることが多いんや。そのクラックが入るもしくはもう完全に割れてしまうとなると溶接するわね。でもその溶接があまりにもひどすぎる前からみんなもケース変えてしまうんよ。もう絶対その方が正解やから。そうですか。ちゃんと走るっていうことを考えたらってことですよね。もう溶接しまくったらもうケースが歪んでくるしね。そうなんだ。もう特にこれからの時代はもうそんな言うてられへんと思うのはないしね。部品がね。そうやってリプレイスメントパーツがあっただけでもラッキーと思うのは。なるほどね。それは初期型の36年。36年。多分僕が思うには日本でもズバ抜けてナンバーワン。世界クラスでもほんまトップクラスやね。でこれアメリカのコレクターが今欲しがってるんよ。どうしようかな。アメリカ送ろうかまだ置いとこうか。去年まで乗ってたんやけども車検切れたからもう置きっぱなしやったんやけど、ずっと僕が乗ってて。色が綺麗ですね。そうやね。オリジナルの当時のカラーってあったんですか？こういうのが。当時のオプションカラー。オプションで。36だけは標準カラーが5色か6色やねん。でもオプションペイントとして何百あんねん。そうなんですか。いわゆる36はほとんど別用だから真っ白なやつもあったしね、もうフレームから白いやつあったんですか？あった。いろんなやつがあった。だから36だけは言い切れないね。これが36いうのがもういろんな種類があるし。そうなんですか。36年でそんなことやってたんですね。やってた。36年当時の初めて OHV が出てんけど、ハーレーがもう躍起になってたんよ。もう VL の時代が終わったと。次何かせなあかんことでこの OHV 出すねんけど、それを売るためにいろんな試行錯誤してるのよ。そのカラーリングを変えたり。そうなんだ。あと加工が難しいんだけどこのナックのヘッド、こんな難しいことする必要ないんやね。そうなんですか。でもアイキャッチのためにわざとこれやってるんよ。このヘッドの形ですね。だから僕が思うのにはナックルヘッドのエンジンはデザイナーがデザインしたやつ。48年にパンヘッドに変わるけど、パンヘッドから今度技術屋が作ったエンジンだと思うよ。だと思う。確かにめちゃくちゃキャッチーですもんね。このヘッドは。普通やっぱりパッと見た時にガソリンタンクとかエンジンとか見るやん。そのやっぱりこのアイキャッチやね、ナックルが。あんな加工はもう今の時代できへんよ。そうなんだ。もっと作っても直線的になるしね。あんな綺麗なカーブはできない。僕らもいまだに知らんことがいっぱいあるからね。そうですか。これだけやっててもまだ知らないことあるんですね。あるある。やっぱ資料に残ってないですかね。そうやね。本当90、100のじいさんにいろいろ聞いたりね。もうなんかググっても出てこないじゃないですか。そうか。じゃああれですか、岡田さん結構必ずしもそんななんか全部純正のパーツで。僕は全然こだわってない。そうなんですね。全くこだわってない。僕は乗る方が好きやから。本当言ったら横水さんみたいな仕事するんだけど、僕はそういうセンスと技術がないから要せんで、それでいつも人の本見てええなと思って。パンとかも上がってます？値段は。上がってる上がってる。もうショベルも上がってる。まだパンやショベルのチョッパーはアメリカでもちょこちょこ出るね。そうですか。出てくる。値段もリーズナブルで。だからナックル積んであると高いわ。そうなんですね。シカゴっていうのは書いてるシカゴ。シ
あ、はい、シカゴモーターサイクル。あ、そうです。シカゴモーターサイクル。これが何人ぐらいのやつなんですか？年代はもうあれですよね。シカゴやから古いもう50、60。やば。70年代はもうないはずやからね。あ、そうなんですね。レックかっこいいですけど、多分僕のバイクに赤はちょっとなんかちょっと突然だよね。赤きついね。そうですね。白とかなんか黒か白、そっち系か。そうですよね。黒かな。黒っすよね。1910年ね。もういつですか？なんか袴着て歩いてる時だよね。331009やから9年からやね。9年。1909年以降。箱も当時のですね。すごっ。すごいね。これは昔です。あ、これ刺さります？こんな。そう。太く見えるけど、それが当時の純正。あ、そうなんだ。すごい。これハーレーで書いてない。ハーレーとチャンピオンのダブルネームかな。ああ、入ってます。あ、すごい、本当だ。それよかったら一つあげれば。僕もいつも机の上にボンと置いてある。やば。マジですか。見てる間にかっこいいね。やったー。これハーレーの純正やから。いただきました。すごい。いいんですか？いいよ。ありがとうございます。47年にアメリカから輸入されて、登録して、未だに乗ってるの。本当だ。昔のプレートそのまま。こんな感じだったんですね。京都の京。昔は小ぶりだったんですね、ナンバー。38年の WD オリジナルペイントそのまま。タンクとかもじゃあオリジナルペイントなんですか？やば、この黒ずみすごいっすね。